안녕하세요, 오시쿠입니다. 카운터스 다큐 촬영을 위해 1박 2일 도쿄 출장을 갔을 당시 일본에서 프리랜서 아나운서 겸 컨설팅 회사 대표인 모모코상을 알게 돼 인터뷰 요청을 했는데요. 감사하게도 인터뷰에 흔쾌히 응해주셔서 30분 정도 한일 관계와 일본 내 미디어 및 다양한 이슈에 대해 이야기를 나눠봤습니다. 그렇다면 미디어 업계에서 일하시는 모모코상은 이를 과연 어떤 관점으로 보고 있을까요? 지금 바로 확인해보시죠. 렛츠고!リブ一番長かったのは3年間フランスに行って韓国人の友達がいっぱいできた。向こうにいた時はみんなほとんど韓国人だった。大学にいっぱい留学しに来てて、ションジュ。どんな大学？アンジェっていうロワール地方田舎にあるカトリックの大学だったの。そこに語学学校があったから、語学学校にフランス語勉強しに結構いろんな大学から来てて、そこに韓国人がいっぱいいた。だからキムチ食べに家に遊びに行ったり、すごい仲良くして、私そこから韓国人が好きになったの。韓国人がそこでイメージが変わった。それまではずっと日本にいたから、韓国のイメージって、多分韓国にいる韓国人と一緒で日本のイメージ悪いと思うの。それが変わったの。韓国人と言葉を使って話して、毎日一緒に遊んでいろんなコミュニケーション取ってると、日本での韓国のイメージがもうガラッと変わって、前はやっぱり日本のことを知らないで、勝手な一方的な歴史の解釈と意見だけをぶつけてくる厳しい国だって思ってた。話が通じないと思ってた、前はね。だけど今全然違う。日本に住んでるとまだ日本のニュース報道はそういう報道が流れてる。韓国で日本のメイドインジャパンを買っちゃいけないとか、いろんなそういう韓国が日本を大嫌いなんだよっていうことを、そうなのばっかりが日本で流れてくるんだけど、でもそうじゃない部分も多分あるだろうっていうことが今はわかる。全体の一部分であって、そうじゃない意見の人たちもそうじゃない活動をしてる人たちもいるっていうことが今は想像できる。ちゃんとした理由はまだ分かんないんだけど、でも歴史の問題があるでしょ、戦争の問題、あれを日本はもう解決した、もうクリアになったと思ってる。だけど韓国はまだクリアになってないと思ってる。クリアになってない状態の韓国はそんなね、日本に日本のものをなんで僕らが買ってあげるんだ、なんで日本の経済を応援しなきゃいけないんだっていう気持ちになるよね。それはしょうがないと思う。日本人からしたら解決したと思ってる、だけど韓国人からしたらしてないと思ってる、これはしてないと思ってる人がいる時点でしてない。私はしてると思う、解決してるって私は思いたい。だけどこっちがまだ怒ってるってことは、もっとクリアにしなきゃいけない問題があるのも分かる。だけれどもそれを政治に使ってはいけない。私はね、個人的にじゃあこれが国と国じゃなくて人と人だったとして、じゃあこの人のこの部分が嫌だってなったら、その人と縁を切るか切らない。ある一部分だけ取って、この部分が気に入らないからこの人とはもう会わないよ、話もしないっていうのは私のルールではないの。そこは嫌かもしれない。だけれども他はもっと素晴らしいものをその人は持ってるに違いない。だからそこで関係を終わらせてしまうのはもったいないよねっていう考えがもともとあるの。それは国と国も一緒で、日本とジャパンもいろんな問題があると思う。歴史とか経済とか。日本とジャパン？日本と韓国ね日本と韓国も歴史の問題だったりいろいろ問題があっても、他を見ればいいところいっぱいある。福島のものを韓国がブロックしたから、日本はその半導体のね、それを売らないよっていうのは表向きの理由だと思う。もっと下にそれは歴史の問題だったり、これまでの歴史の問題を日本の報道では韓国側がテーマに持ち上げて、日本の政治をこう揺さぶってきた。もう日本からしたら解決したと認識されている歴史の問題を韓国が持ち上げて、それを政治に利用しているならば、日本だってっていう、ちょっとなんか子供同士の戦いみたいだよね、私からするとね。例えば今日本では消費税の問題があって 8% から 10% に上がる、10月1日からで、やっぱり消費税って一番フェアなタックスだから、そういったものをまず上げて平均的な国力を上げていく。
それは重要なことだと思う。日本ほど安い国は他に確かなかったよね。私フランスで生活してたけどフランスのタックスすごい高かったと思う、でも日本は税金上げるんだったらもっとそれが何に使われているのかっていうのを明確にしなきゃいけない。他にもいろんな税金があって、例えば政治家の汚職問題だったりとかいろんなことあるから国民はふざけるんじゃないっていろいろあとやることあるだろう、なんで消費税先に上げるんだよっていうのがあると思うけど、じゃあこの少子高齢化の社会でどうやって国力上げていったらいいのってなった時に消費税ってのはどうしても苦肉の策だと思う。個人的には嫌だよ、嫌だけどしょうがないと思ってる、で国民としては賛成するしかない。賛成するしかない、だってやっぱり国は発展していかないと国民の経済は豊かにならない、国民の生活豊かにならないから、その方法として国が取っている施策というふうに信じるしかない。私たちはフランスにいてよかったのはそれこそ 3.11 東北の大震災、原発がその爆発した時に、その日本だけじゃなくってフランスのニュースを私は見れたの、新聞もウェブニュースも読めたから、海外がどういうふうに報道してるかが分かった。それがすごく良かった。日本のニュースだけ見てるとすごく危ないなって思った。ないとされてるけれどもあると思う。これは大いにあると思っている、で私は PR だから報道の人たちとのリレーションシップもあるでしょ、それこそ PR がやってほしいニュースを報道に届けてニュースにしてもらうわけだから、それだけでももちろんニュースって作られたものでもやっぱり違和感を感じる時はある。例えば大雨のニュースが3日間わーっと流れた時があったの。日本全国が大雨ですって、どうでもいいじゃん、別に災害が起きてるわけではないし人が亡くなってるわけでもない。なんでこんなに雨のニュースばっかやるんだろうなと思ったらトランプ大統領が来てたの。なんか変だな、もっと他にニュースにすることあるんじゃないの雨よりもって思ってたら、六本木の街にはポリスがいっぱいいて雨は降ってないの。でもニュースは雨だ雨だ雨だ、北海道で大雨だ、どこどこで大雨だ、でも六本木にポリスがいっぱい、なんか変だな。そしたら翌日にトランプ大統領が来日。多分違うなんかメッセージが本当はあったんだろうけども、何かこう大雨のニュースで隠してたんじゃないかなあの時って思っちゃうぐらい、なんか違和感を感じる時はある。まあメディア系で働いてるんですから、感じるよね、すごい感じる。でもそれを日本の国民の人たちはのマジョリティはあんまり意識してない人が多い。だからそのまま信じちゃうよね、やめた方がいい。そうですか。やめた方がいい。私だって食べてないもん。これは福島は本当にデリケートな問題で、そこに住んでる人たちがいる、そこをふるさととしてる人たちがいる、その人たちを思うとすごくかわいそうな話だけれども、これが現実なのだから、私は福島はもう復活しないと思う。もう難しいと思う。してないね。私はだって自分の子供に福島のトマトを食べさせられますかって食べさせられないし、スーパーでも見るよ、スーパーマーケットで福島のトマトだけど買わないもん。私は違う応援があると思う。それは考えなきゃいけない。それがすっごい難しい。いるかもしれないね。半々ぐらいかな。だって安かったりとか、ちょっと安かったりとか、あとやっぱりあれだけコマーシャルで福島を食べて応援って言ってるんだったら、もう大丈夫なんじゃないかなって思う人はいるよね。どのぐらい問題を重要としてるかしてないかだよね。私は重要としてるから買わない多分。あと福島のものを福島産を食べないですっていう風な意見を嫌がる人がいるんだよね。東京って福島に近いから、福島の周りのものがすごく多いの。すごく近いから福島のすぐ下の群馬とか茨城の農産物も多いの、東京はもともと。でじゃあ例えばじゃあ九州の野菜を買おうってなったら、家の近くのスーパーに売ってなかったり、わざわざちょっと高いスーパーに買いに行かなきゃいけないってこともあるわけ。経済的なところでしょうがないから地元の安い野菜を買おうってなったら、そうなっちゃうことが結構あるわけ。妥協してる人は多分いると思う。だってスーパーにないんだもん、他の九州の野菜がってなったらさ、毎日のことだからもういい、しょうがないってなっちゃう。だって売られてるってことは大丈夫なんでしょっていう判断だよね、みんな。私は嫌だから買わないけど、意見を主張するのはとてもいいこと、問題を提起することはとってもいいことだと思う。
でしかし、人種差別については私これ絶対しちゃいけないこと、絶対ダメだと思う。なんでそんな権利があるんですか。宗教だって国籍人種だってなんで同じ命で平等で生まれてきたのにいい悪いがあるんですかっていう話。でもその意見は私は変わらない。昔から。来年オリンピックでしょ。いろんな人たちが来る。すごく矛盾してるよね。だけれども私の意見で言うとレイシストっていうのはすごく勉強不足だし心が貧しい。この2つかな。一部分しか見てないよね。韓国人の一つのところしか見てないと思う。悪いところしか見てないと思う。だって人間いいところも悪いところもみんな共存してるでしょ。国だってそう。なんでそこの悪いところだけ見て全部廃止しようとしちゃうのっていうのが私の意見。だからオリンピックに関してはいろんな国が来ていろんな人たちが来てそこでいろんな文化の交流があるんだから日本はそれをもう少し大ごとに捉えなきゃいけないと思う。韓国の人たちにはもっともっと日本を知ってもらいたいなと思います。日本のいいところと悪いところいっぱいあるから悪いところだけじゃなくっていいところを知ってもっと理解を深めてもらいたいなと思います。私もね韓国は最初はごめんね嫌いだったの韓国はすごく苦手だったんだけどフランスに行って韓国人と話して大好きになって今もゴルフだったりコスメだったりいろんな文化を知ってすごく好きになった。だからお互いを知ることが大事じゃないかなと思います。しげにチャンネル大好き嘘つき嘘じゃん。しげにチャンネル구독 좋아요 OK こちらこそ。 네, 오늘 영상 재밌게 보셨나요? 다큐 촬영 위해 떠났던 이틀간의 일본 출장 영상이 이렇게 모두 마무리가 되었습니다. 이틀이라는 짧은 일정에도 불구하고 많은 분들이 촬영에 협조해주신 덕분에 다양한 영상을 담아올 수 있었는데요. 영상을 제작하면서 스스로 많은 부분을 느끼고 부족한 점을 반성할 수 있었던 저로서는 정말 의미 있는 일정이 아니었나 싶습니다. 오늘을 끝으로 일본 영상은 마무리되지만 앞으로 해외 취재 형식의 다큐 영상은 계속될 예정이니까요. 혹시 이걸 영상으로 만들어줬으면 좋겠다라고 의견 있으신 분들은 망설이지 마시고 제 인스타 DM 혹은 메일로 제보 부탁드리겠습니다. 지금까지 일본 에피소드 시청해주셔서 정말 감사드리며 저는 다음 시간 국내 영상으로 돌아오겠습니다. 지금까지 시쿤이었습니다. 감사합니다. Thank you.